ちょっとチェックしてください。右回線時、右。もう今、立った時点で一緒ですけど、立った時点で痛い。立った時点でこうちょっと響くんです。響く。それがまずある。右回線時、背屈時に痛み。これが一番、あれ途中ぐらいに、それで、それまず、はい、いいですよ、それまず。確認しました。まずそれが痛みがあるのは筋肉って言ってます。筋肉はどの筋肉かというと、大臀、中臀、小臀違います。筋肉、お尻の上、お尻でありながら筋肉と、そうじゃない、もうその上ですね。そうですか。広背筋です。右の広背筋。右の広背筋が結構全部まで、腸骨の上まで来てます。それですね、右の広背筋の、これが、起きます。気支、それから付着が、前腕の前、小結節上ですね。ここわずかですけども、この筋肉の影響が、臀部の底をと言ってます。で、腰をこうつけます。内側に来てますから、内側までこれが付着です。骨盤、腸骨から、脊椎、そして肩甲骨、それから肋骨ですね。そこからこう来てます。そして、上の方、位置的に上の場合には、これは後ろです。後ろに手を持ってくる。後ろ、真ん中、前、検査する場合、3つあります。そして、後ろにある場合は結構上です。そして真ん中に来る場合は大体この真ん中です。下がこの下、腸骨、これでくっつけてください。体に肘をまっすぐしてくっつけて、この状態で私たちを開こうとします。こっち保持ですよ。軽くです。筋肉検査じゃないですから、この状態、そして保持します。違いを感じます。わかりますね。見た目で分からないですね。しっかり今度ちょっと強くすると肘まっすぐ伸ばして、全然入ってないですね。指一本ですね。しっかりグッとこういうふうになります。これ筋量検査です。こんな強くやられたって、しっかり軽く触るだけで本人が力入らないということを脳が分かるんです。で、こっちの場合にこうですね。分かるでしょ、脳で入るってことが分かるんです。こっち入らないってことが分かるんです。こう触る。ここを触って広背筋の関連は楽していいですよ。膵臓だって言ってます。もう少し上です。はい。そこを触りながら最初チェックしたでしょ。腰から丸く背屈時。背屈時はないですよね。今立位でいたわけ。今度はそれは、しっかりこれは別ですね。背屈時は、それで取れてます。背屈時は、じゃあ手離してこっち手離してそれで背屈時がありますよね。ということはここを触ることで取れるということです。それが背屈時で取れてます。それと右回旋時っていうのはどうですか。でそこもう一回触って指3本ぐらいで、はい。ないです。ないですよね。膵臓系ですね。手を下ろして膵臓系ですか。なんで、父親系ですか。父親系に膵臓糖尿あるわけ。糖尿ありますよね。その影響です。その影響で、それが出るんですよ。つまり体質的に持ってるということです。ということを教えてます。つまり糖尿系の問題があるから気をつけなさいよって体が教えてくれてるわけ。ありがたいですよね。もうこの腰痛、この腰感謝しないといけないですよね。本当にありがたいと思って、はい、ちょっとやってください。はい、靴もないでしょ。脳が教える必要ないんですよ。知ってほしいって言ってるんです。糖尿になるような食事生活をしないようにって言ってるんです。24年前に鎖骨骨折って言ってます。これがありますか。鎖骨骨折、さっきチェックしましたよね。鎖骨骨折、鎖骨左ですね。左の鎖骨はどの辺やりました。狭鎖関節に近い方ですね。それがまだ残ってます。痛みがなかったりするか分からないけど、手
手の関節、こっちはほとんどないです。この違和感あるんですか？ないですよね。には出てないです。だからもう終わったと思ってます。全然違うところ出てます。それは股関節です。右股関節、右股関節の外旋はいいです。内旋もいいです。屈曲もいいです。外転ですか？外転ダメです。伸展も OK ですね。これは結構きますね。これぐらいでしたね。まだきますよ。ここまで来るんですから、結構きますよね。もう一回こっちですよ。引かないでしょ。左の腰に。もう腰にきますよね。はい、こっちの手で鎖骨、V 触ってください。で、どうですか？少しきますけど、さっきより全然。さっきより開いてますよね。で、手離して。出ます。こういう後遺症が残ってるんです。後遺症といえば後遺症ですけど、それ以外にまだあります。それは左側の股関節じゃなくて腸骨です。左側の腸骨が、PI で、上下、左の腸骨が下に下がってないです。これはあらゆるものがいろんな方向であるんですけども、左側、それはじゃあこれを引っ張るように今腸骨を下げました。で右側で腸骨をわかります？腸骨をこの感じで腸骨をどういう感じですか？下がる感じ。下がりますよね。こっち下がらないでしょ。はい、下に下がらない状態。鎖骨触ってください。でどうでしょう、はい、下がりますよね。腸骨が下に下がります。手離します。ロックです。っていうものを持ちます。そういう状態でいると当然に腰痛を起こしますよね、そのうちね。ということですよ。で、それを良くするのに、鎖骨そのものを触ってもダメです。鎖骨が悪くなった原因があります。それは柔道で柔道でなったけども、じゃあ同じように柔道をやってそんなふうになるかというとならないです。じゃあなんでなったかは、鎖骨がそういうふうにそういう圧が変わった時になる状態だったんです。普段だってあったのにたまたまその時に同じ状態になったんです。そこがそんなふうな状態、そんなふうになった時に骨折するような状態がすでにあったんです。それが右足の第五趾中足骨の AM の内側を A5EX だって言ってます。第一中足骨のこことここが一緒ですから、こことここが一緒で、ここですね。でこうなってます。こうなってこうですから、A 部の、ここですね。A 部の内側、ここです。ここ A5EX こっちです。ここをこの方向、ここですけど、ここがこの状態に今でもここがおかしいですっていうことですけども、じゃあここを、そこが、トラブルがあることで他に起こっているところ、それは左もあるけども、左は大胸筋、右は後ろ大円小円極下筋ですか。極下筋って言ってます。で右側で極下筋で問題になっているのは、どれかというと、外旋じゃなくて内転筋です。だからこの位置で、はい、止めます。この位置で極下筋、これを引っ張ります。この位置ですね。はい、この位置保持。はい、こうです。今度はこちらでこの位置で極下筋の緊張が起こってます。それでいて内転筋です。くっつける方、これを離す方です。しっかり止めて。来ないでしょ。この極下筋の下部です。極下筋の下部、足上げて、ノブさん。そうです。やってない。これをこの方向に。左手の方がいいでしょ。
はい、その方向にあってこの位置ですね。わかります？わかりますよね。ここの問題が極角に来てるんですよ。それ以外にここの違和感は全然ないわけでしょ。そうですね。だからチェックできないんで、ここの問題で起こしてるけども別のものを探して今チェックしたというそういう意味です。で、先ほどの腸骨が左側で下に行かないということでした。それから、今鎖骨の問題を見てるわけですね。でこの位置です。で自分でアジャストしてください。その方向。これは第一関節の中足骨の遠部ですね。遠部をその方向に遊びを取ってそうその方向に、はい、それでいいですよ。それで今みたいに極下筋、外旋、伸展、そして内転ですね。わかります？はい、じゃあ寝ます。寝て今度は、左の腸骨が先ほどロックしてました。これがもう簡単にわかります？わかりますよね。腸骨は簡単に動きます。さっきはロックしてましたからね。鎖骨の問題は OK ですね。右足が空いて。右足が空いて、でそうですね。それでどうですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですね。じゃあ折ります。でさっきの立った時のその痛みがチェックです。まだあっただけ。確実はちょっといや感謝してないでしょ。あ受けてますよね。もう感謝をなくすタイプなんです。だからそれがあるんですから、感謝が先ですよ。もう一回感謝して。その場合には触ってやってもいいし、水蔵さんありがとうって言って水蔵っていうふうにイメージして、そしてやって、そういうことなんですよ。でそれをいちいちやらなくたってアジャスト違うんですよ。アジャストをやるよりはそっちの方がいいって。だからこれは体質のことだから、本当に自分でしっかりそれを頭に入れないと、本当にこう今の生活食べるということ、油を食べるというものを抑えられないですよ。だからこれは結構時間かかります。どれぐらいかかるかというと、123回ぐらいの間意識しながらだいぶ収まっています。ということを教えてくれる。ここで痛み取っちゃうと本人分かんないから、またそういう生活するわけでしょ。またなるんですよ。だから取らない方がいいんです。そのために思い出してもらった方がいいんです。それが一つと、立ち上がった時に先ほど言ったまあどうもないです OK ですね。はい、質問は？すみません。なぜ股関節行ったのかというのからそれはスキャンしてるんです。例えば今鎖骨が問題ある。じゃあどこにって言ったって上から下までブワーッとあっという間に1秒で2、3回往復してるんですよ。最初筋肉でいって、皮膚筋肉でいって、次骨でいって、関節でいって、内臓でいってという形でブワーッと、もうはいです。ブワーって1秒2秒ぐらいでいって引っかかるんです。パパパパパって引っかかって、だから股関節とどことどことどこと6箇所ありますね。今ですよ。その間1秒ですから、どこで調べたか。1秒の中で瞬間に見えてるわけでしょ。だって目は瞬間にいろいろ見えますよね。それも意識してみればいろんなもの見えますよ。同じように相手の情報を得るのに1秒でいろんなところを同時に瞬間に見てるんです。こんな検査装置ないですよ。私ははるかに優秀です。